どうも翔太郎です。いや皆さん、コンプって音圧を上げる道具って思ってませんか？実は僕も昔そう思ってたんですけど、これって実は結構危険な考え方で、そう思ってると何が起きるかっていうと、細かいパラメータの設定をするときに意図した動きと逆の動きになっちゃったりするんですよ。でそうなるとコンプってよくわからないものになっちゃって、結局いいって言われるコンプを入れてプリセットを適当に選んで、それでなんか良くなった気がして満足しちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。でも今日お話しするたった一つのことを理解するだけで、コンプレッサーを思った通りに使いこなすことができるようになります。でこのコンプシリーズ、本当は1本の動画にまとめてサクッとお伝えしようと思ったんですけど、話さなきゃいけないことが膨大すぎて全5回シリーズになってしまいました。なので今回より5回にわたってコンプレッサーシリーズとして徹底解説していきたいと思います。それでは行こう。はい、では今日お話しすることは大きく分けて2つ。1つはコンプレッサーとは、そもそもの話ですね。コンプレッサーとは何なのかっていう話と、でコンプレッサーの機能っていうお話ですね。とにかく今日覚えて帰ってもらいたいのは、コンプって何する道具なのかっていうここだけですね。今までコンプレッサーのいろいろな動画とか見ても理解できなかった人、もしかしたらここが抜けてるだけかもしれません。機能の細かい話とかは次以降にお伝えします。なんとなくコンプは分かってるよっていう人ももう一回基礎から学び直すことで、さらにコンプレッサーを使いこなすことができるようになると思います。まずここから入っていきたいんですけど、よくある誤解ですね。コンプレッサーとは音圧を上げるものっていう誤解があります。誤解っていうとちょっと言い過ぎかもしれませんが、ここではあえてそういう風に言いたいと思います。実際コンプレッサーって使うと音圧が上がるものなんですよ。なのでコンプレッサーって音圧を上げるものって思い込んじゃうのも普通のことですし、僕も昔そうだったんで。でも実はこれだとコンプを使いこなそうと思った時に理解が難しくなっちゃうんですね。具体的に難しくなるのは、アタックタイムとリリースタイムのこの2つのパラメータを動かした時に、なんかちょっと逆の動きをしてるみたいな感じになっちゃったりするんですよ。でコンプ難しいってなっちゃうんですよね。でそれは最初のこの理解が逆になっちゃってるからなんですね。だから今日はまずここをちゃんと正しい理解に置き換えていきます。で答えからいきますね。コンプって何をしてくれるものかっていうと、音量を自動調整してくれるものなんですけど、大きい音を下げるものです。それは圧縮っていう言い方をしたりするんですけど、ここ大事なんでもう一回言いますね。コンプは大きい音を下げるもの。下げるんですよ。上げるんじゃないんですね。さっきのスライドで見た音圧を上げるっていうのは結果として起きることであって、コンプの直接の仕事としては下げることなんです。この順番がめちゃくちゃ重要で、その辺のお話は後でちゃんとしていきます。ちなみにコンプって英語のコンプレッションっていう圧縮っていう言葉から来てるんですよね。圧縮イコール小さくすることですね。名前自体がもう下げる道具って言ってるんですよ。よく考えるとね。理解を深めるために歴史的な話をちょっとしていきたいと思います。歴史的にはコンプレッサーっていうのは AM ラジオの送信機を保護するため、壊れないようにするために生まれました。入力される音が大きすぎると電波が歪んで、それによって機材や送信機にトラブルが起こってしまって、それで放送が止まっちゃったりするんですね。これだと放送事故になっちゃいますよね。だから送信機に音を送る前に大きすぎる音を抑える装置が必要だったんです。それが今のコンプの原型です。1930年とか40年代とかの話です。歴史的に最初からコンプレッサーっていうのは音量を下げる装置として生まれているってことですね。音圧を上げるためじゃないんです。でこれを知っているとコンプの見方が結構変わるかなと思います。そもそも下げる装置として生まれているってことですね。で現代の音楽制作だともうちょっと実用的な理由で使われています。実用的には音量差をなくして聞きやすくするためですね。例えばボーカルとかサビが大きくて A メロは小さかったりしますよね。でそれを音量を一定に鳴らした方が聞きやすかったり調整しやすかったりします。これ鳴らしておかないとリスナーが大きいってボリューム下げて、で A メロで聞こえないって上げるみたいな形になっちゃったりするんですね。そうするとちょっと聞くの大変じゃないですか。なんでこれを均一に揃えてあげるといいっていうことです。これはボーカルとかだけじゃなくて、例えば2ミックス全体とかそういうことにも関わってきます。でそのやり方は大きい音のところを下げて全体を鳴らすっていうことです。でボーカルだけじゃなくて本当にベースとかピアノとかドラムとか各楽器とか、さっきも言いましたけど2ミックスとかそういうのでも同じですね。画像で例を出すと、これがコンプレッサーをかける前の状態ですね。この辺が音が小さくて、でこの辺で音量が上がっていて、またちょっと下がって、
て、この辺でまた上がるみたいな感じですね。ちょっとこの辺とかもすごい大きい音があったりしますね。これにコンプレッサーをかけるとどうなるかと言いますと、この辺の音は変わってないですね。この辺と大体同じ感じですね。で、この辺が少し小さくなっている。で、この辺とかも多少小さくなってるかな。で、こことかはすごい顕著ですね。ここめちゃくちゃ大きかったのに小さくなっている。こういう形で大きい音の音量を下げて全体を鳴らすっていうのがコンプレッサーの仕事になります。で、これが音楽制作での重要な役割なんですけど、コンプを通すことによって音質が変化するので、それを狙って使うような場合もあります。ただ今回に関しては基本的にはコンプの動作に関してのお話になりますんで、音質変化の話はこのコンプシリーズの第4回目でちゃんとその辺も扱っていきたいと思います。で、こっからが今日の本題です。一番大事な話なんですけど、コンプレッサーには2つの捉え方があるんですよ。効果としてのコンプと機材としてのコンプっていうお話ですね。これ整理しておかないと結構混乱しちゃうので、よく聞いてもらえたら嬉しいです。まず効果としてのコンプなんですけど、これは大きい音を圧縮するものっていうこれだけです。圧縮する、下げる。それだけがコンプの本来の効果です。下げる機能のみっていうことですね。もう一個、機材としてのコンプは、その下げたもの、圧縮したものを全体で音量を上げるっていうことです。市販されてるコンプとかプラグインとか、実機とかでも、大抵アウトプットゲインとかメイクアップゲインってつまみがついてますよね。あれで全体の音量を上げられるようになっています。だから、機材としてのコンプとしては、ただ単純にボリュームが下がったものの音量を上げてるだけなんですね。つまり、機材としてのコンプは結果として音圧は上がるんですけど、コンプの本質的な効果は下げることなんです。重要なのは、こちら側。効果としてのコンプ、下げる機能のみっていうことですね。ここ混同するとアタックタイムとかリリースタイムとかその辺の理解が全部逆になっちゃって全然理解ができないっていう感じになっちゃうので必ずしっかり覚えてください。で、ここからはコンプレッサーの機能の方のパートに入ります。ちょっと細かく見ていくと、コンプの処理って3つのステップで動いてるんですよ。ここをしっかり理解できると、コンプのパラメータの理解もすごくしやすくなるんで、しっかり見ていきましょう。まず1番目ですね。コンプレッサーに音が入力されるわけですけど、一定以上の大きい音が入力されるという事実がまず必要になります。トラックの音がある一定のレベルを超えて入ってくると。で、その一定以上の大きな音を下げる、圧縮するっていうことになります。で、ここに黄色い線が引いてありますよね。これですね。これが効果としてのコンプと機材としてのコンプの境界線になります。つまり効果としてのコンプは1番目と2番目だけで、3番目は機材としてのコンプの機能になります。で、それがその状態で全体の音量を上げるってことですね。大きい音が圧縮、小さくされて、その状態で全体の音量を上げるということです。2番までの機能が本来の機能ですね。効果としての機能が本来の機能ってことになります。3番目はおまけのようなものって書いてあるんですけど、これがないとせっかく下げた音がただ下がりっぱなしになっちゃうから、ついているっていう感じですね。でもこれがついていることによってコンプレッサーは音圧が上がるものっていう見方になってしまうわけです。ただそれは本質的にはコンプの機能ではなくて単純に音量を上げているだけっていうことになります。で、整理するともう繰り返しになりますけど、コンプっていうのは音量を下げる作業のことです。なので音圧が上がるっていうのは結果でしかないっていうことですね。もうこの順番めちゃくちゃ大事です。音量を下げて、その後でメイクアップゲインで上げることによって、結果として音圧は上がるだけということです。もうこれ何回も繰り返して言ってますけど、もうそれぐらい重要ということになります。コンプは音量を下げるもの。ここをしっかり理解していただいて次に進みます。で、ここまで来ると、なんでこの動画のタイトルがコンプは音圧を上げる道具じゃないと知った時からミックスが変わるっていうことなのか分かってもらえると思うんですけど、下げる道具っていうことが分かっていないと、アタックタイムを音圧を上げ始めるまでの時間っていう理解になっちゃうんですよ。これで実際の動作と逆なんで、これでコンプが理解不可能になるっていうことですね。で、本当はアタックタイムっていうのは圧縮音量を下げるのが終わるまでの時間っていうことになります。これ逆ですよね。コンプが音量を下げる道具っていうのが分かっていれば、アタックタイムは圧縮が完了する、下げ終えるまでの時間だっていうのが腑に落ちることになります。そうするとコンプレッサーっていうのを理解して使えるようになっていくっていうことになります。
僕が昔コンプ難しいって思ってたのはまさにここが原因なんですけど、アタック早めリリース遅めとか言われて、もう自分が思ってることと逆なので、なんでそうやって動いてるのかが全然理解できませんでした。でも下げる道具って分かったら全部繋がったんですね。で、なるほど、早く下げ始めてゆっくり戻すね、みたいな感じで分かったんです。今日覚えてほしいのは、本当にコンプを下げる道具っていう、これだけです。これが理解できると、次回以降の話がもう全部スーッと入ってくるので。で、リリースタイムも同じですね。これは下げ終えるまでの時間っていうことになります。下げるっていうのが分かればもう全部繋がりますね。で、アタックタイムとリリースタイムはこのコンプシリーズの第3回目でめちゃめちゃ詳しく解説しますのでお楽しみにしていてください。で、最後に超基本的なコンプの使い方というか、コンプを理解するための超基本的な使い方ですね。まず、この使い方をしてみることによって、コンプがどういう風な動作をするのかっていうのが理解できるようになります。で、ここでは、アタックタイムとリリースタイムを入れてしまうと、ちょっと理解が難しくなってしまうんで、まずは本当に一番基本的なところとして、音量を下げる、圧縮をする、そしてそれを最終的には音量を戻して、音圧が上がった状態っていうのを体験するっていうための基本的な学び方になりますので、その点ご了承ください。ではまず、1、コンプレッサーオフの時のトラックメーターの値を確認します。これはコンプレッサーについているゲインリダクションメーターではなくて、チャンネルの方についているミキサーのところでこう触れてるやつですね。入力された時の音量がどれぐらいになってるかっていうのの値をまず確認します。で、次、レシオを上げてスレッショルドを下げるっていうことになります。で、レシオを上げてスレッショルドを下げると圧縮が始まります。で、この時レシオは10対1とか、20対1とか結構高めの値にして、スレッショルドもなるべく下げて、結構コンプレッサーがかかるっていう状態を作ってください。で、次。1のメーターを再確認してください。そうすると、1で確認した時よりもメーターが下がっているはずです。で、ここでメーターが下がっていない場合は、スレッショルド値が入力音量よりも上にあるっていうことになりますので、スレッショルド値を下げてください。で、下がっていることを確認したら、下がった分をアウトプットで上げます。で、こう下がった分っていうのはどこで確認するかっていうと、1番で確認したトラックメーターの値が下がっているはずなので、そのメーターの値をさっき1番で確認した値までアウトプットを上げていきます。で、その後、長管上の音量を確認します。そうすると、メーターの触れ方は1番と同じなのに、長管上の音量がアップしているはずです。これが音圧が上がった状態ということです。でも見てほしいのは、ここでやってることっていうのは、音量を下げて上げてるっていうだけなんですね。で、コンプの本来の仕事としては下げるっていうところまでで、最終的にそれを音量を上げて音圧が上がるっていうのは単なる結果に過ぎないということになります。LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。はい、それでは実際、コンプレッサーの基本的な使い方、理解をするための基本的な使い方を見ていきたいと思います。ここにスネアドラムの音を用意しました。こちらに対してやっていきます。で、ここの右側に、コンプがどうやって効いているのかなっていうのが図示されるので、これも参考までに見てみてください。で、コンプレッサーは Waves の C1 コンプってやつを使いたいと思います。では最初の手順ですね。メーターを見て、このスネアの音がどれくらいのレベルかっていうのを確認します。では、やっていきます。これぐらいですね。緑色から、ちょっと黄緑とか黄色ですかね。黄緑のところまで、なんとなく来ています。で、これに対してコンプをかけていきます。で、まずレシオを10対1に設定します。そしてスレッショルドをこの状態で下げていきます。そうすると音量が下がっていくので確認してください。スレッショルドを下げます。はい。どんどん音量下がっていきますね。はい。結構極端にかけました。で、ここもすごく小さくなっているのがお分かりになるかなと思います。で、普段はこんなに極端にかけないんですけど、ちょっと分かりやすくするためにかなり極端にかけています。で、音量が下がったので、この状態でメーターを見ながら、メイクアップを上げていきます。メーター下がってますね。でこの状態でメイクアップ上げていきます。さっきと同じぐらいですね。
緑と黄色の間ぐらいですかね。これぐらいですね。で、この状態で、すでにかなり音が変わったのはわかると思うんですけど、バイパスとコンプを入れたので、聞き比べをしていきます。ではまずバイパスから。コンプ入れます。オフ。コンプオン。いかがですかね。コンプをかける前と後では、メーターの触れ方はだいたい一緒なのに、コンプかけたものに関しては、スナッピーの音、ザラーっていう部分が前に出てきて、全体的に音圧感が上がってると思います。これがコンプを使って音量を下げて、で、最終的に音量を上げることによって音圧が上がるというのを体感できる手順になります。このような感じで、いろんな楽器とか、いろいろなボーカルとか、そういうのにかけてみて、ご自身の手を動かしてかけてみて、目と耳で確認してやっていただくと、コンプレッサーっていうものがどういう動きをするものなのかっていうのが理解できるようになると思います。はい。ということで、今回はコンプは下げる道具っていうお話をしました。音圧が上がるのは結果でしかないということですね。この理解が入るとミックスが本当に変わります。ぜひ自分のセッションで試してみてください。で、質問があればコメント欄に書いていただければ今後動画にしていったり、直接ご返信させていただいたりしますので、ぜひガンガン質問してください。で、次回はコンプが今何をしているのかが見えればパラメーター迷わないっていう話ですね。今回お話できなかったパラメーターの話を一個一個解説していきたいと思います。結構スレッショルドとか難しい言葉が出てきますので、その辺もちゃんと理解していきましょう。今後もコンプシリーズとか、もしくは仕事の進め方とか、そういった皆さんのお役に立つ動画をアップしていきますので、今後も見たいよっていう方はぜひチャンネル登録をお願いします。概要欄の方にインスタとか LINE 公式のリンクもあるので、よかったら覗いてみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。